現在6時。ブダペスト着きました。ここから電車乗ってホステルに向かいたいと思います。電車はすごい綺麗ですね、他の国と比べて。電車でもう10分ぐらいですかね。最寄りの駅まで着きました。周りの建物もすごい立派です。ハンガリー、ブダペスト、マジでレベル高いですね、これ。この景色見てください。建物すべてすごいんですけど、これはドナウ川ですね。3回目の登場かな。まあ観光など説明はまた明日します。本日のホステルはここだね。最寄りの駅から5分くらいかな、徒歩で。うわー、なんか雰囲気あるわ。すごい。若干エジプトで泊まったボロボロのホテルを思い出す。今日は夜ご飯横のスーパーで買っておきました。トルティアとなんかマカロニ的なやつ。今日は何もしない。おはようございます。現在10時51分です。今日はね、ちょっとまだ髪とかもねボサボサで寝起きなんですけども、ブダペストといえばね、温泉が有名なので、まずセーチェーニ温泉、有名なところに行きたいと思います。そこでゆっくりしてから観光を始めたいと思います。バスでドライバーに1日券くださいって言ったら、もう乗れってやられました。セーチェーニ温泉の一つ手前のバス停で降りました。ここものどかですごい落ち着いた雰囲気のある公園ですね。想像以上にいい街ですね。見えましたね。もう公園から徒歩2分ぐらい。ここから入っていけるようです。これはね、すごい有名というか、何度も見た景色で、中の温泉のところ、実際に来れるなんてね、最高です。中に入るとチケット売り場ですね。見てもわからないんで聞きましょう。さあ、1日券買えました。12,000ハンガリーフォリントだったので5,400円ぐらいですかね。ちょっと高めですけど、超有名なので行くしかないですね、ここは絶対に。中に入るとまずこのように着替えるところがありますね。すごいね。こちらで服を着替えたらこのようにロッカーが並んでいますね。なんとなくここのロッカーで、ロッカーはこのようにもらったリストバンドをタッチしてからこれをひねるとしたらもう開かないですね。こっちも解除できなくなってる。いいね。一応撮影、そして自撮り棒の使用は許可されてました。 OK ということで入っていきます。一旦体流しますか。これは広すぎて迷子になるわ。一応このようにマップはなっておりますね。自分がどこにいるか分かんないね、あれ見ないと。とりあえずは外よ。屋外よ。メインは屋外だから。見てこれ、なんということでしょう。これは幾度となく見てきましたね、この景色は。いや、入れるんだな、これに嬉しいな。30度もあるの今気温。結構寒いけどな。では入ってみようではないか。よし。あったかい。そりゃそうか。あったかいわ。お前結構深いなこれ。待って、深いわ。温泉とは思えない深さ。でもね、熱々じゃない。なんかあったかいなーっていうぐらい。あそこから吹き出してるところにちょっと当たりに行こう。そしてここ中央が完全に泳ぐところですね。泳ぐ温泉って感じ。先ほどと反対側に来ましたが、ちょっと違いますね。円があるけど、あそこにブクブクジャグジー的なやつもあるんだ。なんか気球みたいなのも飛んでるわ。すごいな。この歴史を感じながらの反対側の温泉にも入ってみようかな。あれ、あっちよりかぬるいんだけど。めっちゃぬるいわ。こっち側の半分はあれだ、なんかぬるいプールみたいな感じ。しかもあれだ、浅いわ。こっちの方が浅い。ここは流れるプールみたいに なってるんだね、この円の中は。私はあったかい方が好きですね。最初の方に戻ります。中にはもちろんサウナとかもねあるので、サウナも入りたいと思います。ここに 1.38 メートル、そして38度って書いてありますね。結構深いんじゃない？やっぱり十分に楽しめましたので、次屋内サウナに入っていきたいと思います。とりあえずサウナ見つけました。こっちとこっち2つありますね。この左から試してみようか。携帯ここに置いといて大丈夫かな。ちょっと長々入りたいから一回荷物しまってこよう。さあ、ということでね、終わりましたよ。もういろいろ入ってきました。サウナとかいろいろ入ってきました。結構やっぱ広いですね。あと多分入り口が2つあるんですかね。もう片方の方が結構更衣室とかちゃんとしてましたね。結局2時間半ぐらいいたかもしれない。現在1時53分になりました。今からご飯を食べに行きたいと思います。
とその前にこの公園内にあるちょっと見どころをいくつか紹介してから行こうかな。でも夜ご飯レストランで食べるからね、安く済ましたいな昼は。これはまた遊園地みたいな随分立派な城だこと。こちらの立派な城、バイダ・フニャリー城です。ハンガリーの建国1000年を記念して建てられました。ハンガリー国内の様々な建築物を模範して作られています。門をくぐるとこのように中世の街並みという感じですね。とても美しい。この城内で一つの街ができてるみたいな感じですね。いろんな建物があります。チャペルもありますね。一応城はこれになるのかな。今日はそんなに暑くなくて、すごい回りやすいですね。観光しやすい。今日いっぱいいろんなとこ回ろう。ハンガリーね、思ったよりね、やること多そうだから。木に隠れてるけど、ここからもちょっと城が見えますね。こちらは英雄広場です。ハンガリーの歴史的な重要人物の14体の像が並んでいます。左手、こちらブダペスト国立西洋美術館があります。そして右手にはこちらブダペスト現代美術館があります。 F1 のレースフォーミュラー1があるみたいなので、宿でレース見に行くのって言われたんですけど、何のことか全く分かんなかったんでへってなってたんですけど、今ハンガリー観光する方は結構このレースを見に来る人が多いようです。駅もかなりおしゃれですね。この作り、雰囲気がとてもあります。先ほどの場所から電車で少し来たところ、ハンガリー国立歌劇場です。オペラを見てもいいかなと思っているんですけども、どうしようか悩み中です。内部は超豪華ですね。こういうところでオペラ聴いてみたいけどな。チケット買っちゃいました。学生は 50% オフということで、ならば見るしかないでしょう。1階席2階席3階席っていろいろあったんですけども、1階席のカテゴリー3なので、まあまあいいところ、35ユーロでしたので6500円ぐらいでした。さっきオンラインで一番後ろの席を買おうと思って、それが8000円ぐらいだったので、割引を利かして1階席の6000円。これは素晴らしい。ナイス。来てよかった。ということで内部の映像をまた夜お届けすることができますね。これはどこで食べたんだっけ。バスチャルシア、どこだったっけあれ。サラエボか。違う、サラエボか。ボスニアかな。ボスニアで食べたよねこれね。さあこちら聖イシュトバーン大聖堂です。このイシュトバーンという名前はハンガリーの初代国王にちなんで名付けられました。彼はキリスト教をハンガリーに広め、国家の礎を築いた人物になります。こちら中に入るのは有料なのかな。全部お金かかるよ。まあでも片っ端から全て入ってったら本当破産するんで、どうしよっかな。フォントも名前も全然凝ってない居酒屋。とりあえずお腹減ったのでスーパーでサンドイッチと味のついてないパン、水買っておきました。合計で630円ぐらいでした。とりあえずこれを食べて梅干しのぎます。これはむしゃむしゃ食べる。まあパンだな。このサンドイッチをおかずにしてこのパンを食べる。じゃないともう高すぎ、どこも。これを食べのホール。全然うまいよこれ。卵とツナいいね。これでお腹は満たされそうだ。よかった。うまいわ。何でもいいじゃんね。もうじゃあね。でマヨネーズ入ってんのが強い。マヨネーズあればもうパン余裕。これもう一個買っときゃよかったな。おいしい。何も見ないで買ったらこれスパークリングウォーターだったわまあでも腹が膨れるじゃない。最高だこりゃ。この炭酸水めっちゃ飲みやすい。なんで苦味とか全くないんだけど、これ美味しいな。この木の周りにすごい量のパッドロック全面。そしてこの公園には観覧車もありますね。さあバッチリね準備できました。今日は今5時40分なんですけど、6時ぐらいから空いてるっぽいんで向かっていこうかなって思います。内装ねいろいろ見ながら写真とか撮りたいしね。とりあえず今日はもう手ぶらで携帯で撮影で許してください。はい、ということで向かっていきます。さあ着きましたよ。これはあんまり人いないんだけどまだ入れないのかな。ということで夜ご飯としてプロテインバーとトルティーヤ買っておきました。817円です。これを食べて時間待ちます。6時20分になったので入りますよ。高級感満載だな。どこを見ても。ちょっと歩き回ってますがとても綺麗ですね。本当にどこに行っても超豪華、超綺麗だね。うおすげえ。やば、超豪華なんだけど。
これすごいよ。超一流じゃないのこんなの。ちょっと見てこれ。これ以上豪華な場所って存在しないんじゃない？これすごいよ。もうこの会場にいるだけで気分が超上がるんですけど。さあ今ちょっと休憩なので一番上まで上がってみました。下からだとやっぱり両サイド見れるからいいね。真ん中からだとね。でも難しいわ。すごいオーケストラこう弾きながらオペラみたいな感じだと思ってた。そういうパートもあるかなと思ってたんですけど、全部演劇ですね。これはイタリア語で歌ってるので、一応ハンガリー語と英語で翻訳が出てるんですけど、この舞台の上のところにもうそれをこうやって見ながら舞台見てっていう感じでやってると疲れるんですよね。結構ね、勉強にはすごいなりますね。さあ終わりました。2時間以上声量でセリフを話し続けるっていうことがすごいと思います。でも難しかったですね、私には。ホステルの紹介忘れていたので、この2日目にしてやりたいと思います。3日目か。まずキッチンね、冷蔵庫と洗濯機は使えない。このようになっておりますと。はい、ちゃんとロッカー付きだからありがたい。ここも南京錠を使うタイプだったからよかった。共同スペースみたいな感じだよね。お部屋もこういうソファーとかがあって、俺はねあそこの下の端っこ。このホステル高かったんだよね。3泊で2万円ぐらいしたからちょっと高めということでね、おはようございます。12時半ですね。編集してたらお昼になってしまいました。今日はね、まずはね5分ぐらいのところに市場があるので、そこの市場でご飯を食べて観光を始めたいなと思います。ブダペストね、結構見るところ多くて、今日もね一日ねフルで観光を夜まですることになると思います。どんな景色がね見れるのか楽しみですよ。毎日着きました。この建物ですかね。ちょっと中を見てみましょう。めちゃめちゃ広いですね。こっちにも向こうにもバーンと広がってます。2階がレストランみたいな感じで食べれるところになってるのかな。うわー、これすごいよ。ここが中心だね、中央。これすごいな。もう街じゃん、この中だけで。ちょっともう2階行ってご飯探してみよう。お腹減っちゃった。うわー、これはすごいわ。もうぎっしり人がお店の前を埋め尽くしていますね。これここはトルティーヤみたいなやつかな。これもいいね。ボリューミーだ。あれなんて最高じゃん。見て、ベーコンにチーズ。うわ、奥のやつも美味しそう。こうやってパンの中に挟んでるんだね。これは美味しいよね。間違いないわ。ちょっとこれ見てるだけでお腹減っちゃうね。何これ、サラダ。ちょっとこれやばいな。超ボリューミー。こんなの最高じゃん。やばい、とんでもなく全部美味しそうなんだけど、どうしよう。こういうお土産屋さんもあるね。手袋とかも売ってるね。こういうとこで買ったらすごい思い出になるね。これ本当にすごい人だな。ここで食べたらね、ちょっと高くつきそうなんですけども、雰囲気もあるしね、経験にもなるから、ここでちょっと食べてみようかな。何ですか、太いフランクフルト。違う、ホットドッグ。あれでかすぎない？これ思ったよりボリューミーでお腹いっぱいになれそう。最高、よかった。ちょっと人が多くてデスクがねあんまり広々使えないからこんな画角だけど、いただきました。これは罪ですね。ソーセージにベーコンとチーズが巻いてある。最高。うまっ。さあごちそうさまでした。やばい、もう動けない。やばい、部屋に帰って寝たいわ。あれは結構お腹にきますね。もう結構限界だったね。もうパンパン、お腹パンパンよ。でもね、やるよ。今日はね観光しないといけないから。向こう側の西岸がブダ地区と言います。東岸側、こちら側が、ペスト地区と言いますね。その2つの名前が由来してブダペストという名前になっています。橋を渡って向こうの西岸に行ってみましょう。橋を渡ってすぐこれがあるんですが、レールトの丘と言います。ここからね夜素晴らしい景色が見れるので夜景を見に行きたいと思います。ひどいな、この川は。どこで見ても。こちらはセーチェイニ鎖橋と言います。1849年に完成しましたが、第二次世界大戦中に破壊されました。そして1949年に再建されましたね。こちらも夜になるとライトアップされて綺麗になるので、先ほどの丘からね見えると思います。さあ、ということでこちら正面にケーブルカーがございますが、上にはブダ城があります。さすがに歩いて行ける距離なので歩いて登ります。
中腹からもいい景色が見れますね。正面に見える橋は先ほど紹介したセーチェーニ鎖橋ですね。城はね、高いところにね作りがちだから、防衛の面もいろいろあると思いますけども、一体この旅で何回城に登るたびにこういう道歩いたか。上まで登ってこれました。もう走れば5分ぐらいの長さでしたかね、正直。こちらブダ城になります。13世紀に建設され、多くの戦争や侵略を経て何度も再建、そして改修が行われました。たくさんの歴史を持った建物ですね。城の前にはこちらの像があります。オイゲン・サボイ公です。彼はオスマン帝国に対する戦いで数多くの勝利をもたらしました。中でも1697年のゼンタの戦い、そして1716年のペーターバルダインの戦いでの功績が知られています。市街が一望できます。あの木がめちゃめちゃちょっと邪魔ですけども、ちょっと横に回ってきたら見えるや。これ国会議事堂なんですね。正直ハンガリーで一番目を引くような建物はこれかなって思うんですけども、夜ねライトアップされたところ、前歩きたいですね。ぜひ。絶景です。このヨーロッパの街並み、そしてこの橋と川がとてもよくマッチしていて魅力のある景色ですね。さあ今こちら庭園に入ってきたんですけども、中庭の方ですかね、マーチャー主王の噴水があります。彼は15歳で王に選出されたようです。彼の治世のおかげでハンガリーは中世のヨーロッパにおいて重要な地位を確立しました。さあこちらがマーチャー主聖堂です。美しいですね。これはオスマン帝国に支配されていた16世紀はモスクとして使用されていたようです。聖堂のすぐ横ですね。ここからこの下が、漁夫の砦というところなんですが、まずこちらこの騎馬像、ハンガリーの初代国王である聖シュトバーンを称えるための彫像ですね。ここから見えるね、向こう側ペスト地区の方だね。国会議事堂も美しいね。やっぱり国会議事堂行こうってなったりさ、漁夫の砦に来ようと思ったりすると割と距離があるよね。その川も挟んだりとかするから大変だね。ちょっと移動しないといけないね、観光が。これ下からも超綺麗だね。うわ最高じゃん、こんな砦。さあということでね、一旦戻りましょう、ホステルに。ちょっと疲れてしまいました私。暗くなってからね、また外に出ようかなって思います。浜からの景色めちゃめちゃ綺麗なんだけど、橋の向こう側夕日に照らされててめっちゃ綺麗で雰囲気ある街だね。これはいいとこだ。さあ丘を登っていきますよ。結構登ってきたと思ったけどまだまだだね。ご覧ください。うわー、この美しさが伝わらない。もう街がほんと夕日に照らされて、あそことかほら川もねピカピカ光ってる、クルーズ船も。うわー、もうぜひみんな来てほしい。これは素敵すぎるな。やっば。あの人なんで自転車持ってきちゃった？いやーきついでしょそれは。さあ今一番上に登ってきたんですけども、なんか工事してますね。どちらかといえばこの建設のちょっと向こう側から見たいんですけどね。行けるのかな。向こう側行こうと思ったらめちゃめちゃ生い茂ってる。行くけどね俺は。なんか向こうに広がってるところはないのか。特にないわ。この辺全部の木なかったら最高なんだけどな。やっぱり若干降りてきたここからがね見やすそうだわ。人が増えてきましたね。みんなね夜景を見ながらねお酒を飲んだりしてますけども、私はバナナを食べます。世界を見るというか、いろんなところを回るっていうのは本当に面白いね。いろいろな建築物を見たり、歴史的背景を知ったり、もちろん景色も、それからあと人と出会うとか、いろんなことをするたびに心が動く瞬間っていうのが海外旅行してるとあって、もうその度に自分の人生の豊かさに感謝しなきゃいけないっていう、もう本当に心の底からそう思って頑張ろうって思える瞬間が何度も来る。やっぱね、人生この心動く瞬間っていうのをね大切にしていきたい。いつでもワクワクできるようなそういう人生をね歩んでいきたいなって思います。さあどうでしょうか皆さん。これはもう本当に素晴らしいですね。言葉にならない。世界の絶景見るまでまだまだ終われないわ。どうでしょうか。やっぱねこの国会議事堂美しいよね。これ美しい。もうその言葉がふさわしいね、あの建物には。
ライトアップされてる光がドナウ川に映ってるのも美しいよね。どうするよもうこのヨーロッパ。あっち側に行ってみようか。じゃあって言ってもね、ちょうどね橋と橋の真ん中にあるんだよね、この建物。ほら向こう側の橋に行くのも遠いし、あっち側に行くのも遠いんだよな。こういう時のスクーターだよね。ライムちゃんで行きますよ。11時になったらライトアップ切れちゃったよ。あら、あっちの橋ももう見えなくなっちゃった。じゃあいいや、もうこれ乗って帰るわ今日。これめちゃめちゃ楽しいんだけど。11時34分です。無事にホステル帰ってきました。明日はねまた国移動だからちょっと大変なんだよね。しかもね空港で一泊しないといけないんだよね実は。まあどんな日になるか俺も分かんないからね。じゃあまた明日、バイバイ。今キックボードをね彼らにあげてきました。一応親もいたんでね、親に聞いてありがとうって言ってくれました。よかった。キックボードはね手荷物として持ってけないから、飛行機にはね誰かの手に、渡ったということでよかったでしょう。かなり使い倒しましたね。もう、動画にはできてないんですけども、もういろんなとこもあれで走り回りましたからね、十分使ったんではないでしょうか。おかげでねポトゴリッツァもねすごいいい思い出できたよ。8カ国お世話になったよ。本当に楽しかったよ。あれでヨーロッパ爆走してる自分が。ここハンガリーはですね、フォアグラが世界の生産の第2位なんですね。フランスに続いて。飛行機まで時間があるのでちょっと食べに行きたいと思います。さあということで、こちら人気店ですね、パプリカ行ってみたいと思います。店内もおしゃれですね。いや本当に嬉しいな、ここで食べれるのは。フォアグラとポテトとかトマトとか入ってるやつ、うまそう。そしてなんか米も来ちゃった。ちょっと意思疎通がうまくできてなくて、硬さの概念がないよこれ。見て、この分かる、この硬さの概念がない。油すごいな。日本でね食べる機会ないからね、フォアグラってあんまり。うんま。フォアグラさ、日本で今までこんなんしか食べたことなかったけど、メインで食べるとこんな感じなんだ。美味しいね。食感ないね。溶けるわ、溶ける。溶けるよ。何これ。下手したら飲み物だよねこれね。この量のフォアグラすごいね。トマトベースでねすごい美味しい。この量も食べる機会ないよね。さあいただきました。お腹いっぱいごちそうさまでした。あんなに柔らかいんだね。生クリームと白子の間ぐらい。大満足だよ。美味しかったと。ハンガリー楽しかったね。ほんといい国だったよ。おすすめだ、おすすめ。空港行きのバス100いいなのであと1分できますね。チケットを買っていきましょう。これねエアポートシャトルバス100いい、これだね。2200ポイント。さあ今チケット買った瞬間に来ましたね。さあ久しぶりの空港ですね。いやマジで何事もなくほんと5分ぐらいで通過できましたね。セキュリティもう意味ねえだろってぐらい、もう中全部開けられてバッグ出されるところがあるんですけど、嫌がらせかのごとくもう何にもなくさーって行きましたね。オンラインチェックインは必須ですね。海外旅行をするときはもうめちゃめちゃ楽。もうそれだけで全然違う。ちなみにこれはもう自分的なコツなんですけど、空港って全部高いので何を買うにしても。なのでセキュリティでは水が入ったペットボトルは持ち込めないんですけど、液体は全部こう空にして、空港内にはこのように水を告げる場所があるので、ここで水を継いで、節約するっていう、これ必須ということで、お水ゲット。さあ時間になったようなので行きます。まずはヘルシンキ。